皆さんこんにちは、タサンシマです。今日ちょっと外は夜なんですけど、ちょっと暗くて見えづらいかもしれないんですけど、ちょっと撮影する時間がなかったので今日は夜、子どもたちが寝た後に撮影しています。前回、作ったホワイトソースを使って今日はクロックムッシュを作りたいと思います。はい、でまず一番最初にすることはオーブンを250度もしくはオーブンによっては最高が230のものもあるかもしれないですけど、マックスの高温に予熱しておきます。うちのオーブンは250度で予熱ができるので250度にしておきます。でホワイトソースの方なんですけど、今日は1対1対10ではなくて1対1対12で作ってみました。なので、その硬さっていうのは個人の好みで作っていただいていいんですけど、今日は1対1対12の硬さをちょっと見ていただけたらなと思います。はい、今日は、オーブンで焼くものと、そしてオーブンがない方が、トースターや魚焼きグリルでも、代用できるので、私はトースター持ってないんですけど魚焼きグリルあるので魚焼きグリルでも1枚焼いてみようと思います。それでは作っていきたいと思います。ホワイトソースなんですけど、今ちょっと時間が経ってしまったのでこういう風に膜が張ってます。でこれ牛乳の、で作ってるので膜張っちゃうんですけど、これをこのまま混ぜると結構ダマっぽい感じに、ダマではないんですけどちょっと口に当たる感じになるので、もし気になるようだったら、作って、すぐに落としラップをしておくとこの、膜が張らないのでいいかと思います。私はあんまり気にならないのでよくこのまま使ってしまいますけど、今日はちょっとこのまま混ぜていこうと思います。ちょっとダマになってしまいます。このさっきの膜が。今日はこのホワイトソースの分量は 30g のバターと 30g の小麦粉 360cc の牛乳で作りました。だいたい2枚でこのくらいは使うかなとも、ちょっと多いかもしれないですけどこのくらい使うかなという感じです。そして食パンが4枚使うんですけど、うちにあったのが6枚切りなので6枚切りで今日作ります。結構なボリュームになるので、多いよっていう人は8枚切りでもいいです。ではホワイトソースをまず大さじ1杯強、山盛り大さじ1杯ぐらいの量をまずパンに塗ります。そしたらチーズですね。今日はピザ用のチーズを使うんですが、スライスチーズでも大丈夫です。このチーズの量は好みなのでお好きなだけ。そして、ハムですね。はい、ハムは今日は2枚使います。ものによっては1枚でもいいですし、たくさん逆にハムがすごい好きだからという感じでたくさん使ってもらっても大丈夫です。はい、そしたらもう一度この上にホワイトソースを大さじ1杯強入れます。この順番はそんなに関係ないんですけど、例えばホワイトソースはたくさんあった方が美味しいのでとろっとするので、ホワイトソースは2回ぐらい塗りたいなっていう感じなんですけど、その辺も好みで大丈夫なんですが、チーズの後にホワイトソースが来ると結構塗りにくかったりするので、今の順番が一番スムーズに塗れるかなと思ってます。そしたらもう一回パンをのせます。はい、そしたら今度最後は結構多めに大さじ2杯ぐらいですかね、2杯強。ちょっとたっぷりめに
で最後に、またチーズ好きなだけのせます。ちょっと上に多めに塗っておくと焼いた時にやっぱりこう溶けてこうたらーっとホワイトソースがこう流れて、それがまあ私は美味しそうだなと思うんですけど、そういうのがちょっと嫌だなって思う人は上も少し減らしたりして調整してください。はい、チーズはもうちょっとのせたいけど新しいの開けなきゃいけないので今日はこのくらいにしときます。ホワイトソース300で作るとこのくらい余ってしまったので、もしかしたら250ぐらい、250とか200で作ってもいいかもしれないぐらいの量ですね。このホワイトソースがちょっとだけ残っちゃった場合っていうのは朝食の朝ごはんのトーストに使ったりとか、あとカレーに混ぜてしまってちょっとクリーミーなカレーにしちゃうとか、スープに入れてなんだっけ、クラムチャウダーみたいな感じにするっていう、使い方もあるので、はい、少し、残ったやつは取っておきたいと思います。1枚はオーブン、1枚は魚焼きグリルで焼きます。なのでオーブンで、焼く方はクッキングシートをあれば引いて焼くと、垂れた時に安心なのでクッキングシートを引きます。1枚だけ乗せます。そうしましたら、中の方までやっぱりチーズも入ってますし熱々になった方が美味しいので中段で焼きます。で、15分ぐらいで焼けると思うんですけど、オーブンによってかなりその温度とか火の当たり方が変わってくるので、様子を見ながら、焼き色がつくまで焼いてください。では魚焼きグリルで焼く方は、これも垂れる可能性があるのでアルミホイルを引いておきます。そしてパンをのせて、うちは、上火しかないので、弱めの中火ぐらい、はい、で焼いていきます。では先に魚焼きグリルの方が、焼けたのでこんな感じです。ちょっとやっぱり当たりが強かったので完全に弱火で焼いてもよかったかもしれないんですが、5分ぐらい経ちました。では、切ってみます。で普段私オーブン使っちゃうので魚焼きグリルで中まで温まってるかちょっと見てみたいと思います。切る時のポイントなんですけど、まず、最初にチーズの焼けた部分があります。そこが少し硬いのでそこを、包丁を小さく動かして切る感じ。切りにくかったら包丁の刃先を使ってチーズの皮を1枚切るっていう感じです。でホワイトソースは柔らかいのでそのままストンと落としてもらって、パンの耳に来た時にこの魚焼きでグリルで焼いた場合、そこちょっと硬くはなってるんですけどまだふかふかしてる感じで、オーブンで焼いた場合はもっとガリガリっとした感じで焼けてくるので結構硬いんですね。なので耳に到達したら、ククククッと耳を切るような感じでグッ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 と小さくこう動かしてもらって、耳をこう一気にこうズンと押さないで切る感じで、耳が切れたら、最後は包丁をグッと落とすな感じです。でちょっと触ってみて中が温まってるか確認します。はい、ほんのりあったかいのでこれ、十分食べても美味しいぐらいの感じで焼けていると思います。はい、では、オーブンの方も焼き上がったので取り出します。こんな感じです。はい、じゃあ、はい、
結構この耳の部分カチカチカチっていうぐらい硬く焼けてます。この本当はオーブンで焼いた方が、時間はかかるんですけど、このカリカリふわみたいなカリカリとしてて、パンは間にクリームを挟んでるので、こう蒸気で蒸されてふわっとされ温まってるって感じで、クリームがとろっととろける感じで、このカリふわとろみたいな感じの食感を楽しむんだったら、やっぱりオーブンがトースターもちょっと私も使い慣れてないのでわからないんですけど、そういう機能があるかもしれないので、じっくりできればこう中までしっかり温まって周りがカリッと焼けるような火の加減でトースターでも焼いてみるといいと思います。もし魚焼きグリルで焼く場合は、今日は弱めの中火っていう感じの火加減で焼いたんですけど、ちょっと強かったなと思ったので、弱火からじっくりこう焼いていくと、よりこのオーブンで焼いた感じに近づくんじゃないかなと思います。はい、ではこちらも切ってみたいと思います。では今日は、前回作ったホワイトソースを使って、今日は1対1対12の割合で作ったホワイトソースを使ってクロックムッシュを作りました。で、焼き方もオーブンで焼くものと、魚焼きグリルで焼くものをちょっと焼き比べてみました。はい、で、焼き方のポイントは、パンとパンの間に、チーズとハムを挟むんですけど、そこに、割と多めのホワイトソースを挟むことで、とろっとした食感が、生まれます。それと、焼き方なんですけど、焼き方のポイントは、強すぎない火で、中までじっくり温める、しっかりこうチーズが溶けるぐらいの温度まで温めてあげるということと、そのぐらいの火加減で焼くとパンの耳がこうガリガリっていう感じで焼き上がるので、食感がすごく良くなります。はい、なので、焼く器具とか皆さん違うと思うんですけど、その辺の火加減を目指して焼いていただけるといいかなと思います。では今日ちょっと夜ももう遅い時間なので、明日の朝温め直して食べようかなと思ってたんですけど、ロマンが撮影中にお腹が空いたということなので、今から食べるそうです。はい、では皆さんもぜひ作ってみてください。さようなら。